国谷博子です。私は今日東京恵比寿にあります建築家の伊藤豊夫さんの伊藤建築塾にお邪魔しています。ブリツカー賞を受賞するなど世界的な建築家として知られる伊藤さんは、建築家として活躍する傍ら、ここの伊藤塾で子どもたちを対象にしたワークショップを行ったり、あるいは若手建築家を育成する講座を行っています。一人でも多く建築について真剣に考える人を育てたいというこの伊藤さん、今日はその思いについて伺ってみたいと思います。今日はよろしくお願いいたします。わざわざありがとうございます。素敵な模型がいっぱいあるこの塾ですけれども、今度間もなくですね、4月ミラノサローネ、世界で一番大きなデザインの国際展示会ですか、そこで子どもたちの作品とともに先生方のお作りになった建築の模型も展示されて、テーマが「ワンアース心の家」というあれですけども、もう準備の方は相当進んで、子どもさんの模型ももうあれですし、僕らの作った模型ももう今頃向こうに渡りつつあるんじゃないかと思います。なるほど、この「ワンアース、心の家」っていうテーマですけれども、発案者は伊藤先生でいらっしゃいますか？心の家っていうのは僕がつけたんですけれども、主催者の方で「ワンアース」というのをぜひそれにくっつけたいというようなことで一緒になったんで、とても難しいテーマになりましたね。なるほど。いや、ちょうどだから「ワンアース」っていう、今本当に世界中で分断が進んで、心がヒリヒリと痛むような出来事ばかり起きているわけですけども、そういった中でこの心の家をテーマに模型展をするっていうのは、伊藤先生のその思いとしては心の家ということに今回こだわられたのはどういう思いからでしょうか？普段からですね、もう世の中に作られている建築があまり心のこもった建築がないんじゃないかということで、心という言葉がですね、人間の体身体といいますか、身体全部で何か考えた自分の思いみたいなものが建築になってほしいなと常々思ってるもんですから、そういうテーマを選んで、たまたまワンアースというのはおっしゃる通り、すごくワンアースなんだけれども、もう分断が進んでいて、あちこちでそういうあからさまに分断されるような映像が毎日テレビに映っているということは、非常に残念で、何か心を一つにしてほしいなという思いはすごくありますね。建築が心がこもっていない建築が非常に多いということが、その心の家ということをテーマにされたと今おっしゃったんですけども、今回はその心の家について日本の子どもたちだけではなくて5カ国の子どもたち合わせて100人ほどが、同じテーマで模型を作って、そしてミラノに持って行って、そのピースアイランド、平和の島ですね、ピースアイランドとして展示をされるという構成になっているわけですよね。これも何か非常に示唆的だなという気がするんですけども。そうですね。他の4つの大学の学生さんたちが指導してくださった子どもたちは皆さんヨーロッパの大学なんですけれども、日本とヨーロッパの人たちとでどんな違いがあるか、
また同じ年頃の子どもたちが同じように何か家というものを考えているのかどうか、それは僕も行ってみないとわからないので、すごく楽しみなんですよね。足を運んで見てくださる方々には、どういうことを受け取ってほしいと感じていらっしゃいますか？やっぱり建築家デザイナーがほとんどなんですね。僕も何度かミラノサロンでは行きましたけれども、もう世界中からすごい、特に日本では南アメリカなんていう南米なんていうとすごく遠いところだというふうに思うんですけれども、イタリアとかラテンの国にいると意外に近い感覚なんですね。ですから南米の人なんかがすごくたくさん来られていて、そういう人たちにとってやっぱり建築家っていうのはもう一度やっぱり子どもの初心に帰ったような、そういうなんか気持ちがすごく大切じゃないかと僕は思っていて、そういうことを感じてくれたらということが一番の思いですね。子どもたちが5カ国の子どもたちが一生懸命、心の家ワンアースということでこう想像して作ったものを見て、もう一度その子ども心に帰ってほしいということですか？そうですね。やっぱりね、子どもってここにもいろいろこれは僕らの子ども塾で今回の向こうへ送った建築とはまた別のテーマでやった模型なんですけれども、小学校の4年生から6年生ぐらいの10歳から12歳ぐらいの子どもが、各国とも対象になっていて、そのぐらいの子どもたちってとんでもないことを考えてるんですよ。とんでもないことと。例えば今回模型を作った子どもでも地球全体が自分の家なんだっていうふうに考えていたりとかですね、今までここに来てくれた子どもたちの中でも、例えば地球に初めて生き物としての地球の生き物、最初の頃の生き物としての始祖鳥と、それから怪獣とかムササビとか今いるような人間とかがみんな一緒になって暮らす家を作ろうとかね、あるいは自分のおばあさんがもう外に出られなくなっちゃってすごくかわいそうだから、そういうおばあさんが車椅子ででも外へ出ていけるような道を作って、それで蝶々のような綺麗な生物と一緒にコミュニケーションを取れるような家を作りたいんだとかね、そういうもうなんかもうその分断とはまさに逆のなんか宇宙的なというか、まさに地球は一つなんだっていうことを言ってるような子どもたちの夢がたくさんそのまま描かれているということは大人たちが見ると、もうなんか自分たちは何をやってきたんだろうっていうようなね反省を込めてすごく考えるところがあると思いますんで、そういうことを見てほしいですね。その純粋なもうこのイマジネーションが、もう大人たちの、そのいわばこうなんていうんですかね、既成概念とは全くこう全くもうとんでもないことを考えてますね。なんか私も好評プレゼンテーションが東京大学であった時に、模型が作られてでそれが発表される時を拝見したんですけれども、他の子どもたちの中にはその海の中を想像して、ワンアース、心の家っていうテーマもありましたし、なんか本当にいろんな発想があったなっていう記憶があるんですけど、一方ですごく印象に残ったのは伊藤さんの公表が極めて厳しかったことなんです。その素晴らしい夢のような子どもたちのね、イマジネーションの作品を前にして、非常に厳しかった。どうして？つまり子どもたちが最初に考えていたことは、そういうようなとんでもないイメージを描いていたのにもかかわらず、できてきた模型っていうのは割合もう自分のなんか住みたい家みたいなものに取って変わってしまって、
学生さんが指導したことによって逆になんていうかな、常識に戻されてきたような気がするんですね。ワークショップでは子どもたちが考えて、あれ確か作文をまず書いて、で絵も描いて、それで2泊3日で東京大学でワークショップをして実際にその模型として学生さんと一緒に作り上げていく、そういうプロセスでしたよね。そうですね。そして先生は元のあれとはちょっと違ってしまった。なんかね最初公募してきた時にはね、なんかまあいろんな障害を持った人もたくさんいてとか、そういう人たちとみんなでなんか仲良くなれるような家を考えたいんだと。でも模型にするっていうのはなかなか難しくて。そうですよね。そうなんですよね。文章でこうイメージしている段階ではいいんですけれども、それがやっぱり家としてなんかまとめなくちゃなんないと、それも3日ぐらいでまとめなくちゃなんないとなった時にやや建築に戻ってきちゃったっていうかね、そういうようなことがちょっとね僕は残念だったなというふうに思っているんですけれども、なかなかねそれはここでこういう子どもさんたちが小学校の時に一生懸命そういう家っていうのはもっと自由なものなんだよっていうことを一生懸命話すんですけれども、中学生になり高校生になりで大学の建築学会へ行くと、建築っていうのはこんなもんじゃないのかなっていうような常識にこう帰っていってしまうようなところがありまして。それをねなんとかもう大人になってももっと家っていうのは自由なんだよっていうことをね考えるような大人になってほしいなとすごく思ってこういう塾をやってるんですけどね。むしろその厳しい公表っていうのは一緒にプロジェクトを行った少し大人の方に向けての厳しいコメントだったっていうことでしょうかね。僕は大体ね以前にも言ったことがあるんですけども、大学生の公表の時は大変厳しいと、で子供の時はもう本当にもう優しくすごいなって言ってるんですけどね、それはもうそのギャップみたいなことを感じて伊達に言ってるわけではないんですよね。なるほど。今までの建築塾で子どもたちとやってきたテーマを見ると、風と共に暮らす街ですとか家とかですね、路地の街とか、ちょっともう少しなんて言うんでしょうか、ワンアース心の家と比べますと、なんていうかもうちょっと具体的、心の家というのはかなり抽象的で捉えどころが子どもたちにとってみるとチャレンジングだったのかなっていうふうにも感じるんですけども、でも先ほどから伺っているとそうでもなかった、子どもたちにとってみるとそうでもなかった。そうですね。でもやっぱりかなりチャレンジングだったのかな。そう、難しいですよね。その後ね、僕らも提案しなくてはいけなかったんで。そうです。それで先生を含め6人の建築家が模型を作ってやっぱり持っていくわけですね。心の家っていうのがね、どういうものかって事務所のスタッフたちとみんなでね、君らにとって心の家っていうのはどういうものなのっていうのをね2回ぐらいやったんですよ。そうするとみんなねなんかねやっぱりなんか地下に潜っちゃうとかね、地下に潜る、なんか現実から逃避するような、気持ちを絵にするような穴蔵の中に入ってるような心の家っていうのが多かったんですね。自分の安心できるなんかこうちょっと、エスケープできるような穴蔵ですか。それはちょっと僕は違うんじゃないかと思って、自分がやっぱりね普段建築をやっぱり作ってる人間としてものを考えたいと。子供とはやっぱり違うんだということをはっきり示したいと思ってまして、それで普段からね自分が一番考えていることは実はこういうことなんですよ。つまり自然界っていうのは直行するものとかね、
それから直線とかっていうのはほとんどなくて、みんな曲線とか曲面でできてますよね。樹木にしても、それから何かそういうものをこう表現するときに、例えば等高線っていうのを描くと、まあこういう曲線ばっかりでできているし、それから普段テレビでよく見る気象情報の等圧線っていうのも、まあ本当に曲線だけでできてますよね。ところがその建築というのはこういうようにこうその中に幾何学で直行するようなものを作ると、それはまあ自然に対してこう全く違う異物を作るわけですよね。そのことをほとんどの建築家は気にもしていないし、あるいは逆にその自然という混沌としたものの中に幾何学を使って人間だけがその別の秩序を作ってるんだっていうことをむしろその誇りにしているようなところがあって、僕はその考えがねすごく人間をね尊大なものにしてると思ってるわけです。でだからできるだけその自然界に近い建築を作りたいんだけれども自然に周りが自然だったらそういうことできるんですよ、僕でも。だからこれはねこれは以前に大館青森秋田県の一番北の方の青森県に近いところで大館という木造のドームを作ったんですが、その時はねこう自然の季節風がいつも同じ方向から吹くので、それに対してこう、涼しい風が中に入ってくるようにとか、冬は雪を伴った風が後ろへ抜けていくようにとか、そういうことを考えたり、あるいはこういうひらひらした曲面の屋根の建築を鏡ヶ原という岐阜県の小さな葬儀場で作ったんですけれども、それは後ろに背後にこう山があったんですね。そういう里山にできるだけこう調和するようにというようなことでこういうことをやったんだけれども、その年になるとそういうわけにいかないんですよね。どうしてもこういうものにならざるを得ないと。じゃあそこでどうしたらいいだろうってことを毎日毎日考えてるわけです。それでそれを巨大にしていったが現代都市みたいなものだと、どんどん自然からは離れていってしまって、それをなんか人間は素晴らしいというふうに考えるのはおかしいんじゃないのっていうふうに僕は思っていてですね、それで僕が考えた心の家というのは、こういう自然界の中でこういうふうに幾何学で囲い込むのはもうやむを得ないと、建築家である以上ものを実現しようと思ったらこれはしょうがないんだけれども、この中に自分の心象風景というか、自然をもう一回自分の自然をこの中に蘇らせたいというのが今考えてる建築なんですね。それでどんなもんなんだろうちょっと想像がまだできないそれをですね模型にしたのがこういう美しいですね、すごく。こういう模型をね今回作ったんでそれでこの中にアクリルのキューブがあって、でその中はね何も今回はデザインしてないんですよ。でただここに自分の心象風景を描くことが自分にとっての心の家なんだというようなね、その時々のご自分の心象風景がその中で実際に僕が作っている仙台メディアテイクであるとか、岐阜メディアコスモスとか台中のオペラハウスとか、そういう実作はそれぞれ具体的にこういうコンセプトでものを作ってるつもりなんですね。でそれをあえて具体化しないで抽象的にこういうものを今回は模型にして
この中にどういうものを入れ込むかっていうのが自分にとっての心の家なんですというような説明文をつけまして、それで今回送って、だからそれでOne Earthっていうのはそこからどうつながっていきますか？これ自体がはい、地球っていうのは大きくは2つの水で今つながれている。一つは実際の水ですね。これはもう地球上を覆っているわけですから、その中で人間は水と共に暮らしているわけで、要するに自然という、これ自体が地球でもあるし、そしてもう一つその現代の人間っていうのはそれとは別に情報というようなね、ネットワークによって世界で結ばれてるわけですよね。そういう2つの水、見えない水と言ってるんですけれども、そういう2つの水によって人間は地球上で結ばれているネットワークを描いている。そういうことをこの地形のような模型によって流れているんだと、それが地球なんだっていうことを象徴してるなんです。これは切り取られていますけれども、そういうイメージですね。そういうイメージですね。なるほど。いや本当にあれだけクリエイティブって言いますか、想像力豊かな子どもたちに向き合って、はい、で建築家として、はい、同じテーマでミラノサローネで模型を出品させるっていうのはある意味なんかとても緊張感もある作業ではないかと思うんですね。他の方々も大変著名な建築家ばかりが、大人として出品するわけですけども、今回子どもたちと同じテーマでご自身がこうやって心の家を考えるっていうそのプロセスを振り返ってみて、どうでした？